こっちを押すのか。これで開始になった。もうまた戸惑って、開始になったかもしれない。ちょっと待って待って。どういうこと。携帯がおかしい。何なのよ。頼むよ。こんばんは。見てくれてる人がいるかもしれない。携帯、またあたふたしてます。すいません。3回目です。今日ライブ配信3回目なんですけど、まだどうやったら配信できるのかが全く分からなくて戸惑ってます。ちょっと待ってくださいね。いきなりごめんなさい。もう一回携帯で確認します。どこ行っちゃったの。配信になってるよね。なってる。よしよし。とりあえず配信していきたいと思います。もうあたふたしてどうにもならない。ごめんなさい。動画作る方がライブより全然簡単だなっていうのは、ライブ配信よりは、全く簡単だなって思いますね。ちょっといつもさっき何人か待っててくれたけどいなくなっちゃったの。今日ガラパン取ってきました。ガラパンは全くまた人がいなくてちょっと寂しいサイパンが続いてるって感じですよね。でも今日から日本はなんだっけ、連休なんですよね。連休なのに私が外に出ていく時間っていうか、このビデオ撮ったのも夕方なんで、夕方の3時半4時ぐらいかな。3時半か4時ぐらいなんで、この時間って人がいないかもしれないですよね。海とかに行っててちょうど人がいない時間かもしれない。ガラパンの中を今日は中をちょっとうろうろして撮ってきてみたんですけど、これこの間流したのと同じ画像だけど、ガラパンの画像はどこに入れたんだっけな。このね OBS がまだ全然使い方がわからなくて、いいんだよなってそれでいくと思います。ガラパン、今日のガラパン取ってきたやつの画像に今いくと思うんですけど、とりあえずこの OBS 音出てるよね。マイク出てるよね。 OBS に慣れないと本当にやばいかもしれない。
配信できてると思って、いやこれ配信できてるか携帯で確認するとできてるよね。あ、できてるっぽい、できてるっぽいです。大丈夫ですね。ちょっとOBS のマイクのOBS の画面が消えちゃったんだけど、どこ行っちゃったのかな。なんでこうなっちゃうのかな。もう OBS の画面をちょっともう一回もうやだ。ここにいた YouTube スタジオっていうのがなんかネットの調子がなんか遅いとか出てきた。どうしたん？大丈夫？これ頼むよ。これはね、海の映像、ガラパンの映像はどこ行ったのかな。これこのまま流してるとガラパンの映像になるのかな。に切り替わるのかな。切り替わるんだと思います。今日も天気が良かったり良くなかったり、晴れたり曇ったりしてましたね。雨は私は合わなかったけど、雨が降ってほしいな。暑いから。なんかネットの回線が不調って出てるんだけど、大丈夫なのかなこれ。大丈夫かな。携帯は映ってるし大丈夫だと思うんですけど、もし見てらっしゃる方がいたら何か言ってくれると。って言ってもコメントどこに出てくるんだろうっていう状態で、全く本当にこの間どこでコメント見たんだっけな。ここか。まずいですね。本当に何も使い方が分かってないので、すいません。まだまだ。これデューティーフリーの映像ですね。デューティーフリーはまだやってるらしくて、でガラパンじゃない何デューティーフリーは政府側がやってほしいって言ってるけど、デューティーフリー側が閉めたいって言ってるようなことを話で聞きました。どれが本当だかはわからないですけど、デューティーフリーもクローズしていくという話でした。で、サイパンの直行便まだ飛んでるみたいですね。この間飛んでないんじゃないかと思って調べたら、帰る便は直行便が出てきて、成田からサイパンの便が直行便が出てこなかったんで、もしかしてサイパン経由の帰り道なのかと思ったら、そんなことなかったですね。直行便まだちゃんと飛んでるようなんで全く問題ないみたいです。これレクサスの動画になっちゃったな。これレクサスとトヨタが新しくバンコブハワイの隣にできたんですけど、ホテルが建つんだと思ってていたら、
立派なトヨタとレグサスができましたね。こんな不景気なのになんであんな立派なのが立つのかなってちょっと不思議なんですけどね。そう、こんな観光客の人がいなければここに産業はないわけだから。あれ、ガラパンの画像どこ行っちゃったの。海しか出てこないんですけど、そのうち出てくると思われるんですけど、どうなっちゃってるんだ。どこに行っちゃったかな。海、なんて登録したんだろう私は。一つずつ出していってみればわかるかな。なんでトヨタって書いてあるのがトヨタ、トヨタって押しても出てこないってどういうことなんだろう。海、これがトヨタ。あれれれれ、あれ、音楽も持ってなかった、もしかして。音楽も鳴ってなかったみたいで。ちょっと待ってね。トヨタでしょ、海でしょ。おかしいな。なんか登録の方法を間違えたのかな。出てこない。ガラパンの映像がどこに行っちゃったのかな。これ OBS ちっちゃくしといても大丈夫なんだよね。パソコンに入れたから、パソコンには入れたので、ちょっとここからパソコンから引っ張り出してみたいと思います。探し出してみたいと思います。ガラパンの映像どこ行っちゃったの。困っちゃったのかな。違う、これは違う。ここで開いてても大丈夫なんですね。ガラパンの映像がない。どこ行っちゃったの。これだ。これだって言って分かっているけど、これを閉じて、これどこからどうやって入れればいいんだって。ソースだ。ソース、メディアソース。登録してあったつもりが登録してないみたい。ちょっとこれで入れてみましょう。大丈夫だよね。パソコン開いててもまさか映像には映んない。これだって言って見つけたのがまたなくなっちゃった。これかな。
だと思う。でね、来ちゃった。難しい。めちゃくちゃ難しい OBS って。めちゃくちゃ難しいです。これが多分ガラパンを撮ってきた映像だと思うんですけど、ちょっと途中まで見ていかないとわからない海ばっかり映ってるので、マイクロビーチですね。もうここから先は行けないんですよ、私。12年前に。で、これがビクトリアホテル元で、ビクトリアホテルのところを工事してて、なんか新しいホテルになるって言ってたのに、なんか工事してたんですよ、ずっと。それなのに全然工事の壁みたいのも全部取っ払われてて、何もなくなっちゃってるんで、どうなっちゃったのかはわからないですね。あとはこれ雨降った時だから小雨が降ったんだと。土砂降りの雨は全然降ってないんですけど、小雨ぐらいは降ってましたね。ガラパンスクエアのところも何も入ってなくてラッポでしたね。やってない。これが一応今のサイパンのメイン通りなんですけど、これは前に今も借りてるのかな、アイラブサイパン、ガラパンの真ん中の通り、アイラブサイパンもやってないですね。ふるさとさんもやってないですね。すごい ABC はやってたんですよ。この ABC をやってて、交番もやってなくて、交番もないし、金髪さんは相変わらず元気にやってましたね。昔竜宮っていうお土産屋さんだったんだけど、この角の黄色いところで、上がみんなが大好きなマイクロネシア、マーメイドか、マーメイドだったとここは海坊主で、その隣花水もやってて、ここからはもうガラガラ、何もミラージュがあったとこも何も入ってなかったし、こっちが入ってたとこももちろん何も入ってないし、全部ガラガラ。映像悪くてすいません。ここのマッサージ屋さんだけはやってたんだよね。このビルも前はいろんなネイルサロンとか、キングスが入ってた。もう全くガラガラでしたね。何もなかった。ここは角のパン屋さんだけがまだやってましたね。あれこれ撮ったやつじゃないな。この間撮ったやつどこ行っちゃったの。これは先週撮ったやつですね。この映像はちょっと映像悪いですけど、ここが昔ハピネス中華だったところ。この辺も何にも入ってない、ガラガラで、向かい側がカジノだったとビルじゃないですか。
全くガラガラなんで、なんだっけ、今ここ東京マート、東京なんとかっていうとこがあったとこ、角のね、ウィンチェルズだったところも違う名前になってましたね。なんて名前だったか分かんなかったけど、なんて名前かは分からないんですけど、ウィンチェルズだったところも違うものになってましたね。将軍はやってるみたいで、その横からはもう何もやってない。アラパン中央に行けば行くほど何もやってない。このコンビニみたいのはやってましたけど、ここは昔の六本木ですよね。もうやってないみたい。ここの中華はやってるのかもしれない。今日撮った映像じゃないな、これ。先週撮った映像ですね。この辺金八さんはやってるけど、やってたのかな。ここはやってた。この辺から交通スパはやってて、あとはちょうどお休みの時間なのかな。金八じゃなくてココナッツ店もやってるのかわかんないですね。お休み中だったかもしれない。この辺はもう全く、うちがもっと入ってたビルですけど、全く何も入ってない状態でしたね。カラーンとしてる状態で、もうずっとクローズ。ダイビングショップのなんだっけ、ダイビングショップの名前は忘れてたけど、成田さんのダイビングショップはまだやってましたね、綺麗に。カプリチョーザがなくなってたんだ。カプリチョーザがなくなってるのにはびっくりですね。人は本当にとにかく歩いてない。ここの角になんかお店がまた新しく入ってた。で、この新しくできたセレンテとか、なんていうんだろう、なんていうホテル、セレンティっていうホテルの下はエビ屋さんとかパロネルが入ってたんですけど、全く何もなくなってましたね。頂点のとこは同時で何か入ってたんですけど、昔カラーズだったここの建物もなんか新しいお土産屋さんみたいなの入ってましたね。やってるのかは分かんないですけど、本当に誰も歩いてないけど、これで大丈夫なのかなって感じですよね。人の心配をするより自分の心配なんですけど、自分の方が今こういう黙ってるともうどんどん悪い方向に行っちゃうんじゃないかと思って、ライブ配信もちょっと頑張ってやろうかなと思ってやってるんですけど、先週も泥棒に入られるというのかな、テラスに入られちゃったんで、もうバーンって音がしたから階段を降りていったら、もうそこに人影が2人いた感じで、すぐポリス呼んだんですけど、本当になっていない対応が
若い人が来たんで、もうまあ夜中働いてるのは若い人しかいないのかな。あれ終わっちゃった。これ終わっちゃうと困っちゃうのね。どうしたらいいのかな。こっちをつけとく。これ目が開いてるのにどうしてこうなっちゃうんだろう。真っ黒の映像になっちゃったらどういうことなんだろう。もう一回入れ直さなきゃダメ。だから昔の本当に日本昭和60年代とかの昭和から平成になるような時のポリスの態度って結構強かったような印象があって、その辺のまままだ裁判が続いてるってことですよね。なったばっかりの人は。偉い人になれば偉い人になるほど落ち着いてるっていう感じで。今裁判では裁判じゃない、日本ではねコンプライアンスがいろいろうるさいからそんなことは絶対できないと思うんですけど、ください。お水を飲みにちょっとお水取りに行きます。
かしいんだけど、これライブYouTube スタジオを見ると、いいのかな、これでも YouTube スタジオを見るとライブになってる。これ1時間31分38秒とか出てるの。何これ。どういうこと？これどういうこと？画面になんかそんなにやってないよね。YouTube 画面が見たいんだけど、携帯で見てもわかんないんだけど、何これ。これ何なんだろう。わかんないわ。ライブ33分とか出てるし、そんなやってる。30音はライブの音が携帯から今出たからライブなんだな。この画面がおかしいぞ。YouTube スタジオのこう画面がこう出てるんだけど、なんかハウリングした画面がなんでこんな1時間31分38秒って何これ。この間配信したやつ。画面に流れてる？もしかして。そんなわけない。これ練習方法ってないのかな。練習方法があるなら練習してみたいわ。ライブ配信のやり方。全くわかんない状態で始めてるから毎回戸惑ってばっかりなんだけど、屈辱状態は非常に良好って今書いてあるけど、ちょっとなんだっけ、ノバルさんいるんじゃないの。ノバルさんいたらなんか言って、コメントをしてくれると本当にありがたいんだけど、助かるんだけど、こうなってるよとか。この間なんかマイクが今パソコンの中内蔵のマイクを使ってるんだけど、やっぱりこれじゃダメなのかな。みんなこう配信者の人って外にこう置いてあるのと耳にこうつけてるじゃない。あれが必要なのかな。なんで耳が必要なのかは分かんないんだけど、ヘッドホン、なんでヘッドホンが必要なのかは分からないんだけど、ヘッドホンしてマイクで喋ってるでしょ。なんでかなって。
配信は何を喋ってるんだか全く分かんないくらいマイクの音も、滑舌も悪いんだけど、また消えた、画像が消えた。どうして画像が消えるんだろう。これ映像がなんで消えるの。ちょっと待って、映像消えないで。映像がなぜ消えちゃうんだろう。よくわかんないな。何分やってるとかっていうのは消してみるのか。何分やってるってどこで見るの。みんなダメ、みんな来ないで。ダメ、何分やってるってどこで見るのかな。それもわからない。やばい。何分ってどこに出るの。 YouTube スタジオには出ていない。どこに出るのか全くわかんない。長時間、平均視聴時間とは違うもんな。今何分やってるってどこに出るんだ。これかな。39分。なるほど。これだ。分かった。バルさんは多分またパソコンを開いてこの画面の前にはいないのかもしれないな。政府にね、ちょっと話は本当はもう13年前の話をしたいんだけど、12年前、もう12年も経っちゃったんだけど、私はその間もうどんどん自分が鬱にはまって、もう今も全然いい感じではないんだけど、警察の暴行をちゃんと立証し、もう犯人の名前が分かったんですよ。警察が調べてくれるって言って、去年の10月にブルーカードが発行されて、たんで、その12年前の事件を調べるっていうことでブルーカードが発行されたんですよ。今まで何にも動いてもらえなかった。結局警察に当時訴えても何しても、この人警察官たちは茶物のことだから、あなたは日本人だからビザが必要でしょって言われて、こんなの受け入れられないって言われて、警察官の暴行をしかとされたんですよ。2人の警察官で、私はそのマイクロビーチ、さっき映ってダメっていうところの場所ですよね。ここで暴行されたから、もうその場所には入れなくて、あそこから行けなかった、撮影はできなかったんですけど、当時も新聞の人、マリアナスバラエティの人には言ったんですけど、同時期にうちの店に泥棒が入っていて、毎日のように泥棒が入ってたんですよ。
に新聞社がインタビューに来てくれたんですよ。それもとある旅行会社のお偉いさんがこう新聞社とサイパン TV に訴えてくれて、こういうことになってるのになんで新聞は取り上げないんだっていうことで、この人が言ってくれなかったらうちの店3ヶ月にわたって毎日のように泥棒に入られて、暴行され、警察官2人に暴行されて、2013年の11月の7日の深夜、もう日付的には8日に変わってるんですけど、その時に本当に誰も訴えに行っても誰も対応してくれなくて、もう貧乏になってた時なんで、マリアナリーガルサービスっていう、政府が貧乏人でも訴えたりするのに、なんていうんだっけ、政府がこう貧乏人でも助けますよっていう弁護士事務所があるんですよ。そこに行ってもダメ、茶物のことなんか受け付けられない、あなた日本人でしょって言われて返されたんですよ。今でもその人の顔も名前も覚えてますけど、5回ぐらい行ったけど全く相手にされませんでしたね。全く相手にしてもらえなかったで、警察もうあの辺は全部行ったんですけど、日本人のもう泣いてて、何言ってんだか分かんないこいつって言われて、警察官刑事課だったのかな、そこは刑事課の人のところに行ってで、何言ってるか分からないから通訳呼べって言われて、その時日本人の人を通訳に呼んだんですよ。でその人に話をしてもらっても、ダメ受け付けられないって言われて、でその後 AG オフィスって言ってその横にあったんで、そこにも何回か行って手を求めたんですけど、それこそ全く相手にしてくれなくて、あなたのこと知ってるって言って、あなた日本人でしょって言われて、なんで知ってるのかの意味がわからなかったんですけど、だから警察官の中ではその当時かなり話題になってたらしくて、今結局時効にその問題で、その2人のポリスは結局暴行と殺人未遂なんですけど、この人たちに2人の警察官に命を狙われて、頭にピストルをこう突きつけられて、何度も店の帰りに待ち伏せされたんですよ。でそのことも訴えに行ったけど、殺されてないじゃないかっていう警察官にその時言われましたからね。殺されてからじゃ遅いんだけどっていう話もして、全く対応してもらえなかったんですよ。今でも本当に警察官を見れば怖いし、怖い顔の警察官を見ると余計怖いけど、とにかくピストルガンを見るのがもう本当に嫌で、よくお笑いとかでもドッキリで頭に拳銃を突きつけられるドッキリとか昔のやつではあったじゃないですか。ああいう人とかドッキリだと思わないで結局
やられてるからトラウマにならないのかなって本当に思うんですけど、最近もう心を病まないようにお笑いの番組とかをこうなるべく見るようにして、ニュース番組を見ないようにして、ちょっと自分のメンタルを病まないように頑張ってるんですけど、それでもやっぱり身近に起きることが、身近にこう政府の人と話すことが助けてくださいって言いに行ってるんですけど、全く助けてくれないんですよ。一番動いてくれたのがもう警察のトップ。また暗くなっちゃった。警察のあれでもこの間の泥棒の時の警察の映像ですね、これね。もうこの人なんかはもう本当に若くて入ったばっかりなのかな。ここまで若いとも思わなかったんだけど、もっとね、入ったばっかりの人ってもう筋肉隆々でお腹は出てないとかっていうイメージがあるんですけど、お腹出てるもんね、どう見ても。そんなに若いのは若いんだろうけど、そんなに若いとは思わなかったんだけど、2人来てたんですけど、日本の警察って2人で行動するじゃないですか。で1人必ず2人1組で行動するのに、タイパーの警察ってこれにゃんにゃんダメにゃんにゃんダメちょっとダメ、ここダメここダメでね、ここ乗っちゃうとね、配信なくなっちゃうのだから、ごめんね。あっち行ってて。猫が来ましたね。猫がパソコンの上ダウンって乗ってやばって感じでした。このまま切れちゃうのかなって思いました。ちょっと待ってください。猫が大暴れ。
すいません。おにゃにゃが大暴れ。ずっとこれ警察のこれってちゃんと配信されてんのかな。自分のページに行ってもログインを外せば見れるんだけど、ログインしてると自分のページから見れないってどういうこと？これ意味がわかんない。意味がわかんない。ちょっと待って。また消えちゃった。また消えた。なんで真っ黒？ちょっと待って。
われて、出た方がいいですよってスタッフに押されて、1号店GIG の向かいのところ、あそこ本当はね痛かったんだけどね、私的には、スタッフ的にはもうやばいやばいって言って、ちょっとここはやばいですって言われて、で2号デューティーフリーの前もあったし、上店のところもあったから、あそこは出たんですけど、本当ね、後でスタッフにいろいろ後でっていうかその時にスタッフにいろいろ話を聞いたら、本当にやばいことが起こってるんだなと思って、もうスタッフも怖がっちゃってて、大家さんがいて、大家さんから借りてるわけなんだけど、そこの息子さんとかがなんかスタッフにいろいろ言ってたらしくて、でうちの横にその息子さんが引っ越してきてるよとかって言って、なんかやばい雰囲気だからとにかく出ましょうって言われて、どうやばいのか、いろんなね悪いことがねその時も重なったんですよ。だからもう出ましょうっていうことで、デューティーフリーの前と商店の方とあったんで、こっちにシフトしたんですけどね。で上店の前とデューティーフリーのとこを閉めてパセオ・ドゥ・マリアナに入ったんですけど、あの時ほど悪いっていうのはなかったかなっていうぐらい、12年前ですよね。12年前、あの頃、今は警察のトップの人たちは変わったって言うんですけど、だから今調べてるんだって言ってましたけど、本当に変わったのかどうかはわからないですね。あんだけの事件があって、今こう問題を警察がもう一回調べ直してくれるって言っているにもかかわらず、私が調べた方がもう警察官、その当時の警察官とかはもうみんな有名な話だよって、日本人の女の人をそういう風にしちゃったっていう、警察官がやっちゃったっていうことでめちゃくちゃ大きい問題だったんだよってみんな知ってるよって言われて、名前なんていうのって言って聞いたら、名前なんだっけって聞いたらみんな知ってて、それで今警察のトップの人が、警察署長、サイパンの署長とその下にキャプテンっていう人が調べてくれてるんですけど、この人たちは分からないって言うんですよ。だから昔と今が何が変わったのかで、新聞社じゃない、新聞社にもサイパンの新聞と、サイパンのテレビにもこの事件の詳細をサイパン TV の方には全部これまでの経歴とかの書類も全部持ってったんですけど、全く事件として扱ってくれなくて、これでサイパン大丈夫なのかなと思いますよね。今この辺にもガラパンのちょっと横入ると、もう本当なんだっけ、なんていうんだっけ、押したりして、人を押したりして物を取っちゃう人、細泥じゃなくて盗っ人じゃないな、なんか違う言い方があったな、忘れちゃった。だからそういう人が
そういう人がいないところを歩かないと本当に夜とか夕方とか真っ昼間でもやられてるっていうから、本当気をつけないと。変わってるっていうトップの人たちは言ってたけど、あんまり変わってるようには、対応もね、警察の対応も変わってるようには思えないし、若い人たちは。トップの人は変わったと思う。あとガバナーも動いてくれたんだけど、去年おかしすぎるから、本当になんでこういうことが隠蔽されていっちゃうのか。これからのね、サイパンの犯行とかをもっとこうにぎわうためには、こういう治安とかから治安がいいっていうのが一番大切なのに、グアムの方がしっかりしてるよね。やっぱり警察官が多いから。グアムやハワイはやっぱ警察官が多いっていうのはとっても重要なことなんだよね、地域にね。日本の中でもそうでしょ。警察官が少なくなっていくと、また消えちゃった。警察官が少ないと、そこのお里が知れるっていうんだけど、なんかどんどん治安が悪くなっていくっていうのはよく話して、守りが薄くなるのと一緒だから、警察官が少ないのはまた良くないし、夜呼んだら多分 2,3 人もうちょっと働いてるのかな、 2,3 人しか働いてないんじゃないかな。とにかく警察官の若い人は昔の事件を知らない人も多いみたいだけど、ちょっと年配の人はみんな昔の事件知ってて、辞めた人なんかもまだサイパンにいるから、警察を辞めてまだサイパンにいるから、その人たちはめちゃくちゃもうその犯人の名前を知って、ここね、今映像出てる、ここで私暴行されたんだけど、今のビーチのね、2人の警察官だから、ビーチの中に入っていけないんですよ。で、警察官の少なさ、昼間はね結構いるんですよ。昼間は不思議と警察官が多くて、取り締まり、道路の取り締まりとかには警察官がたくさんいると思う。ちょっとなんかウインカー出さなかったりした車とかを止めてはヒュンヒュン言ってるから、夜もっと見回ってほしいよね。夜の方が、うちの近所でもかなり強盗が入ってるし、ガラパンなんかでも、ガラパンはまあ昼間でもガラパンの街の中、観光客を狙ってこう押したりで、ひったくりか、今やっと出てきた、ひったくりなっちゃうね。ひったくりをする人が多いから、ああいうのはやっぱり止めないことね。多分でもね、私なんか普通あまりあっちに行かない、街に降りてったりしないんですけど、それでもいや、この人たち雰囲気悪いなとか今でもわかるから、当時毎日ガラパンにいた時は、もうこいつ悪いこと
する人だろうなとか、すぐ分かって、そうすると街の中でその当時葉っぱを売ってたりして、なんて言ってたっけな、なんか葉っぱのことを、大麻のことをね、なんか違う言い方してたんだよね、お客さんに。違う言い方をしてて、なんかケチャップ、ケチャップじゃないな、なんかそういうケチャットかなんとかっていうなんか違う言い方をしてて、それでこう何回も観光客の人に声をかけていくっていう感じが多くて、にゃーにゃごめんなさい、ちょっと待ってて、猫がにゃーにゃおいで、猫がちょっと大暴れして、私が今構ってあげないから、猫の砂をトイレの砂をガンガン外に吐き出してる、嫌がらせするんですよね、猫って。犬はあんまりそういうことしなかったと思うんだけど、猫はやりますね、めちゃくちゃ。やるんで、ちょっとびっくり。猫飼うの初めてなんで、もうすぐあと2ヶ月ぐらいで2年になるのかな。とにかく私がもう本当に広めたいっていうか、これからサイパンがもっと安全に観光客がたくさん遊んで、たくさん普通に遊んで、投資をする人たちも安心して投資をして、もっと賑やかになって、私ももう一度ね頑張りたいと思ってるし、言葉がずっと出なくなっちゃったことの方が多かったんで、あの事件から結局どんどん人が信用できなくなっちゃって、警察官に話しても無理だし、弁護士さんたちに話しても無理だし、もちろんその当時のガバナに話しに行っても相手にしてくれないし、とにかく茶物のことに対しては受け付けられないって言って、お前日本人なんだからビザなくなってもいいのかって言われちゃうから、もうどうにもなんかできなくなっちゃって、どんどん鬱に入っていくしかなくなっちゃったっていう状態で、まあそれはもう良くならない、どんどん悪くなって、お店に入ってくるお客さんに対してあなたは誰って聞き始めちゃったのが、自分でもうやばいなって思いましたよね。でだんだんもうそうなってくると、もう人に声かけられなくなっちゃうから、販売業とシルバーの販売業と、バーをやってるのにお客さんと話ができなくなっちゃったら、もう致命傷なんで、お客さんを限っちゃうっていうか、もうこの人は大丈夫、この人はダメかもしれないって自分で選んじゃう状態になっちゃったから、でだんだんお店にお店を開けることができなくなって、ね、もちろん家賃がかかっていくわけだから、家賃もね安くないんですよ、サイパンって。
少ないから、何万円とかぐらいならまだっていうのもおかしいけど、本当に何十万円単位なんで、この辺なんて今映ってるところあたりなんでやっぱり一番高いですよね。デューティーフリーの前でめちゃくちゃ高かった。私もそこにいたけどめちゃくちゃ高かったんで、もちろん電気料金なんかもあるから、そういうのを考えると3日に1度とかしか仕事に出ていけなくなっちゃって、どんどん1週間に1回とかになっちゃって、そうするとね、家賃払わなきゃいけないと思うと、もう出た方がいいかなと思う、やめた方がいいかなっていうか、やめざるを得ないかなっていう感じになっちゃって、で辞めて仕事を辞めちゃうと、やっぱりもう外に出れなくなっちゃう。誰を信じていいのか分かんなくなっちゃって、それでも何回も警察には訴えに行ったんですけどね、それでもダメで、サイパンって特別なのがコモンウェルスっていう自治区、アメリカなんだけどアメリカじゃないっていうところだから、サイパンの知事がものすごい権限を持っていて、もちろん警察署長なんかも権限を持っていて、知事がダメって言ったらダメな法律なんですよ、サイパンって。だから今は終わったって言ってくれて、だから去年知事が動いてくれたんで、今パラシオス知事っていう方なんですけど、その人が動いてくれたから、ブルーカードっていう事件として調べましょうっていうのが出てくれたけど、今までの知事はもう一度も動いてくれたことないんですよ。なおかつ警察署長なんか話を全部聞いたのにも、また消えた。これどうやったら消えないですね。警察署長なんかはずっとその時期に話をさせてもらった警察署長、その後の警察署長、ずっと話を聞いてくれたのに、これで動いてくれると思ったら全く動いてくれないで、聞いてくれただけで、だからそれが今も起こるんじゃないかと思って心配ですね。その時も聞いてくれたのは聞いてくれたんだけど、結局何も動いてくれなかったっていうのがあるので、それを考えると、またそれが起きて、警察が聞いてくれて、キャプテンが動いてくれて、署長が動いてくれて、パラシオス知事が動いてくれたけど、結局は何も調べなかったっていう状態になるんじゃないかと。それがだから12年前にも起こってるんで、12年前、11年前、10年前って、一番近いとこでコロナ前ぐらいの時にも起こってるんで、それが私が仕事を辞めたのがコロナの前なんですけど、でコロナ禍に入って、辞めてから1年ぐらい経ってコロナ禍に入っちゃったので、なおかつね、人と接しなくなりますよね。全く接しなくなっちゃって、どんどん自分の卵の殻の中に入っていくしかなくなって、あれも辛い状況でしたね。で、去年猫が来て、去年だよね、もうすぐに4月に来たんだから、もうすぐ2年だね。1年で2年だな。猫が来て、なんか
生きなきゃいけないと思い始めた。生きなきゃいけないのは生きなきゃいけないんだけど、猫が来て自分が動かないと猫死んじゃうから、それで動くようになっていって、なんか外にも出るようになった。外に出てはいないけど、出てるわけじゃないんだけど、まだ人と話すのが怖かったりするけど、今も政府の人に助けてもらってるんだけど、助けてもらってるはずなんだけど、助けてなんかね、もう最近ではその女性のなんとかっていうところに行ってるんですよ。その女性の私のような人を助けるっていう政府のアンダーオブガバメントでやってるとこなんですけど、でもなんかイベントがあるから無理とか言って 3月何日まで無理だからとか言われて、今が大変な状態で、この間も泥棒に入られて本当に恐ろしくなってる状態の時に、ダメイベントで忙しいからって言われて、じゃあ他のこの部署の違う人を紹介してもらえませんかって言ったら、ダメスタッフみんな忙しいの、そのイベントにって。イベントと人一人の命とどっちが大切なのかなって思って、本当にどういう感覚でいるのかなって不思議に本当に思うんですよね。だからどこまで変わったのか、どういうふうに政府が動くのか。で、私を後押ししてくれたのは、こうやって動けって言ってくれてるのはステーツの人なんです。ステーツの人っていうか、ステーツのガバメントの人なんですよ。で、ダメだったらステーツでちゃんと書類にしましょうねっていう話にはなってるんですけど、でももうダメだったらじゃなくて、もう今やってほしいっていう感じですよね。もうダメなんだもん、どうにもならないんだもん。自分で調べてて、ちょっと外に出て、ちょっとそういう昔のポリスとかに会って、あの時の人誰だっけってちょっと聞くだけで名前がパパって出てくるのに、警察のトップが動いても、この間もお門違いな写真を持ってきたんですよ。この中にいるかって言ってポリスの写真を持ってきて、今働いてるポリスの写真を持ってきたんですけど、わーっと持ってきて、この中にいるかって全くお門違いで、一人はなんか亡くなったってこのキャプテンが言ってるんですけど、もう一人はイケメンだったんで、持ってきてる写真が、これは全員なのって聞いたんだけど、いや全員ではないけど、全員を持ってきてほしいし、昔の12年前のその働いてた勤務記録とか、私その時にその夜に暴行された夜に刑務所に入れられたんですよ、その2人に。で、刑務所でもその1人の人が、1人の金バッジの人は優しかったんだけど、優しいとかっていう問題じゃないけど、銀バッジの人は蹴るんですよ。殴りはしないけど蹴ってきたんで、もうそんなの勤務記録があるでしょって言ったら、この間のミーティングでキャプテンは台風で飛んじゃったから亡くなったって言ったんですよ。そして政府は5年以上前の5年って言ったんだよね。5年以上の前の記録は残さなくていいっていう法律があるって言われて、ちょっと待って、5年
ポリスレコード何もないっていうのね。何も残っていない。台風でなくなった。あの辺台風で結構被害はあったけど、ポリスの建物が飛ぶほどの被害ではなかったから、この周りの一軒家とかは飛んだりしてたけど、政府の建物は飛んだりしていなかったのに、なんで記録がなくなっちゃうのか意味が分かんなくて、でも一応録音させていただきますねって言って録音はしたんで、なんか全ての記録が5年前以上のものはないらしいんですよ、ポリスの記録で。で、去年もう1年経ったんですけど、去年強盗にうちが入られて、寝室まで入られたんですけど、その何て言うんだろう、その後のケアが何もなくて、その強盗の後2週間3週間ぐらいまではこうなってますみたいなメールでやり取りがあったんですけど、まず鑑識も入れなかったんです。で、鑑識が入らなかったのはなぜなのかって聞いたら、その担当の刑事さんに聞いたら、その刑事さんは通訳が私が鑑識を入れないでくれっていう通訳をしたっていうんですよ。そんな話は1ミリもしてないわけで、私は警察官のガンが嫌だっていう話は聞いてたんですよ。12年前の事件があるから、ガンが嫌だから警察官ガンを見せないで入ってきてくれって。今回のおまわりさんはちゃんとそのことを知っていて、一人は知っていて、ちゃんとこう上着パーカーみたいのを着てくれて、ガンを見せないようにして入ってきてくれたんですよ。一人は何を言ってもダメで、さっき映した人ですけど、全く俺はポリスだっていう状態で入ってきた人は全く聞く耳も持たなくて、それでしたけど、一人の人はすごい人のことを思いやって話せるようなポリスの人でしたね。なんだっけ、そんで、そうで5年前のものは何もなくなってるって言うんだけど、そんなわけないと思うんだよね。台風でなくなっちゃってる。また消えた。もう台風でそこまで警察のビルは飛んでんの見たことないんだけどね。警察のビル、あの辺の周りの家一軒家とかは結構飛んでたり、電信柱も結構倒れたりしてたけど、警察のビルが飛んだなんていうのはないと思うんだよね。全ての書類がない、全てないって言ったから、全てない証明をくださいっていうレターを出してるんだけど、その返事にまだ全然入ってないし、もう今年に入って1回か2回ミーティングがあっただけで、あとは全然何も進めてくれてないし、とにかく犯人は分かりません、分からないって言ってるのが警察で、私がちょっと歩いて聞いただけでも、その辺のスーパーに行って元ポリスなんかいっぱいいるから、そういう人に聞いたら、この人たちはほらそんな事件が今また掘り起こされてるなんて知らないから、誰だっけって聞いたらすぐ言うんだよね。誰々だよって。忘れちゃったのって言って、忘れてなんかいないけど、もうあの時のショックって言ったらなかったので、
クだけどデブで、ちょっと小さい、一人は小さいと言っても小さいのレベルが違うけど、一人はすごい背高かった人だったし、で細くとイケメン、一人はちょっと顔がベースなんていうのあれ、野球のベースみたいな顔してる、丸ではなくエラが出てるっていう感じの人、丸にエラが出てるって感じの人で、目が細くてきつい感じの人、僕はないのかな。たものにしては細くて人絵っぽい目の人で、奥二重なのかな、あの人。絶対顔は忘れない2人、その2人のポリスは。刑務所の蹴った人はほんと顔が覚えてないのに細身なんだけど、顔は覚えているんだけど、細身なんだけど、優しくしてくれた刑務官は2人いたんだけど、昼間の人と夜の人で金バッジの人、その2人の顔はすごい今でも分かるんだけど、今でも会えば分かると思うし、金バッジの人働いてると思うんだよな。この間お友達にハイアットに連れて、ハイアットじゃないや、元ハイアットの都に連れてってもらったんだけど、そこに刑務官の人が2人いたんだよね。無事してたんだよね。聴取を受けた女性の人で、名前が変わってる人だったんだよな。その辺にバラバラある名前じゃなかったんだよな。サイパンって大きなファミリーが多いから聞いたことある名字ばっかりなんだけど、この刑務官の人は全然なんか中鉢とかなんかすごい珍しい名前だったんだよね。投書をした人、刑事なのかな、投書をする人って刑事なの。で聴取を受けた時にも、私は今は分からないということも書いて、なんで警察が殴ったり蹴ったりしたことを書かないの、その後にここに入れられたんだっていうことをなぜ書かないの、調書にって言って、私はだからこの調書は分からないって余白にこう書いて、これは納得できないっていうことを余白に書いてサインしたんだけど、絶対にこんなの納得いかない。でも弁護士も呼んでくれない。弁護士もここで弁護士を要求して日本領事館を要求したんだけどダメって言われて、電話できるのはこれも出る時になんだよね。入った時には電話もしちゃいけないって言われて、出る時には私は友達のレストランにバッグとか置いてあったから、ここに私のバッグあるっていうのを聞かなきゃタクシーに乗っても帰れないから、サンダルも履いてないし、ほんと不安な状態でその刑務官の人に言ったんだけど、その人は電話もしちゃダメだし、日本領事館にも連絡もできないし、もうとにかくダメって言われて、後ろ手で曰くようなあれを1枚渡されて、
個室に入れられて、トイレも行かせてもらえない、お水ももらえない、そんな状況で約1日近く、翌日の夜の10時半ぐらい、10時半ちょっと前にやっと出してもらえて、で裸足で出されて、その頃サイパンってまだ砂利だったんですよ。刑務所の前は砂利で、工事中のところで尖った石がいっぱいある中、ワールドリゾートホテルまで歩いてタクシーを拾って、でガラパンまで戻ったんですよね。とにかく何の権利も受け入れられてもらえなくて、人間として扱われてなかったんですよね。あんなことで保護のためだって言われたんだ。そうで、その刑事、取り調べの刑事に保護のためにここに入れたって言われて、保護のために入れたって、保護じゃないよね、あれ自殺するように入れたんだなって私は感じたのね。なんでかっていうと、昔の沢田泰治とか、三浦知良、日本で有名なとこでいうと三浦知良さんは、アメリカのについてから亡くなったんだっけ、刑務所に、アメリカについてから、本土についてから亡くなったのかな。だけど沢田泰治さんもサイパンで自殺とか言われてるけど、自殺なわけないと思うので、何度かお会いはしたけど、あれは自殺じゃないと思うね。で自殺しなきゃならないね、あの人。その相方、一緒に飛行機で降りてきたTちゃん、女性の方を、その時は大きなねリゾートホテルの奥様だったんだけど、コーディネート会社をやってて、そういう方と付き合いが多かったから、いろんなね芸能人の人と一緒にいたけど、これはあんまり相手の芸能人の人に失礼だから言わないけど、ガーシーみたいになっちゃうから、芸能人の人は地位があるからね。イニシャルトークでしか言えない。プロゴルファーの誰かの、難しいな、イニシャルトークって。そのお父さんとも付き合ってたりしてたよね。今はなんかね、プロレス協会に結婚してるんですけど、その人と東京出てきて、で、薬、大麻主義、違うな、薬をやってるとかで飛行機の中で暴れたかなんかで刑務所入れられちゃったんですね。薬をやってる疑いとか、疑いぐらいで自殺するわけないよね。それありえないと思う。でね、その川田泰治さんが刑務所にいる間に、その女性は川田泰治さんのお金を使ったの。引き出したかなんかって元恋人の人が話してました
の知り合いの日本人ももう一人違う人で、この人は茶物の人たちとビーチでバーベキューをやってて、この当時彼デューティーフリーで働いてたのかな。で誰か彼氏と、同棲を一緒に住んでいてルームメイトがいて、で茶物の人たちといつもの仲間でビーチでバーベキューをやってて、その時に鍵貸してって言われて鍵を貸したんですって、その茶物の人に。なんでって言ったら、タバコ買いに行きたいから鍵貸してって言われて、車の鍵貸してって言われて鍵貸して、で普通に貸したら、車の鍵に家の鍵とかいろいろついてるじゃないですか。それでなんかそこで鍵貸してって言われて、タバコ買いに行くからって言って、ここでなんか揉めたかなんかで一緒に乗っていったんです。乗ってったんだよな、あの時。乗ってったって言ったよな。でそしたらその人の家にその日本人なんだけど、その子はその日本人の家に入って、パソコンから何から何までいつも一緒に遊んでるメンバーで一緒にバーベキューをやってるメンバーなのに、そこに入って家に押しかけてっていうか、そこバーベキューをやってたのに車を使ってその子の家に一緒にいたかなんかで、とにかくパソコンから何から全てを強奪されて、でその子は死ぬぐらいまでボコボコにされて生き埋めにされそうになった。タグマンっていうところで生き埋めにされての方が正しいのかな。されてボコボコになって、で近所の家に自力で助けを求めに行って、もう本当に歩けない、喋れない状態で行って、死に物狂いで行ったらしくて、でここからCHC に病院に運ばれて、なんとか命は助かったけど、顔半分潰れちゃってて喋れないっていう当時はもうほんと喋れませんっていう状態になっちゃって、こう書くだけ、筆談だけっていう状態になっちゃって、でその人も大きなニュースになることなくすぐ日本に返されたというか帰ったんだよね。泣き寝入りで帰ったんだよね。ちょっとぐらいニュースになってたかな、新聞で。なってたっけ？新聞ではなんか書かれたんだけど、結局その犯人がどうのこうのっていうことはなくて、あれはひどい話だったな。そう一緒に住んでた人のものまで持ってかれちゃってっていう書いてあったのを読んだのは新聞だったから、そう本人がひどいっていうのは違うところで本人からの話だったから、
サイパンをもっと活性化、私がお店をやってた時に儲かってた時は自分のお店をこうやっぱり活性化させたいし、サイパンをその時にカラーズとかね、結構もうほんと勢いのあるお店とかがあったん、やっぱ尊敬するようなできるようなね投資家の人たちがいたんだけど、その人たちがいなくなっちゃってからやっぱりどんどんサイパンが静かになってっちゃうっていう、なんか自分で恐れがあったりして、その時なんかはまだお金があった時には日本から雑誌でも何でもいいからって言って、ある程度タイアップしてくれるような雑誌やなんかを自分で探してお金払ってとかもやったんだけどね、今はそういう活性化させるっていう一人が頑張ったところでどうにもなんないんだと思うんだけど、まあ一人一人がそういうことやんなきゃなんないんだけど、いろいろサイパンでもこうなんとか会っていうのが日本人のなんとか会っていうのがあってあるんだけど、やっぱりちょっとね観光客を呼ぶにはいまいちのアイディアが多かったのね、その時に。で自分なんかもこう意見してもやっぱり取り入れてもらえなかったから、そういう自分で動くしかないなっていうのはいろいろありましたね、あの頃ね。で今なんかはもう見ての通り、ガラパンを見ての通り、何にも本当にお土産屋さんとかも何にもなくなっちゃって、今あるのが、まあ、大きいところで I love サイパン ABC ストア、そういうところになって、昔ながらの、昔はこうちっちゃいお店がピッピッちょこんちょこんちょこんっていっぱいそういうのが並んであったから活性化してたんだけど、大きいのがドンとなっちゃうと結局デューティーフリーかそこかっていう状態になってきちゃったのかな、最近は。だから小さいお店がなくなっちゃったよね。今自分でやっぱりお店を出すっていう投資家がいるっていうのはあんまり聞かないし、中国の人も帰ってこなくなっちゃったから、韓国も、少なくなっちゃったからね。本当に誰も歩いてないから、この状況を打破するにはやっぱ政府が動かないとダメなんだと思うけど、政府も動かないみたいだし、グアムはあれまた暗くなってた。グアムは政府がちゃんといろんなことをやってるから、ね、YouTube つけるとどうなんだろう。サイパンではグアムの CM ばっかりココストだってココスト、昔はココストって言ったんだと思うんだけど、今は何て言うか知らないけど、そこの宣伝ばっかり流れてて、でグアムの宣伝とかばっかり YouTube で流れてくるけど、これが日本に流れてくるのかって言ったらちょっとわかんないけど、サイパンには流れてくるから、ああいうのもやんなきゃダメだし、とにかく治安が良くないとね。グアムみたいにあちこちに昼も夜もポリスがいますよみたいな、アメリカンポリスがいますよっていうような状態じゃないもんね。サイパンが車の違反ばっかり捕まえてるっていう状態だから、あれじゃとね、ちょっとごめんなさい。
治安が良くならないと、今泥棒だらけのところに、泥棒だらけでなおかつ、ね、何もお店がないっていうところに行きたくないよね。やっぱ地元の人と仕事をしなきゃなんないんだけど、地元の人だって観光がどんどんなくなればどんどんそういうガバメントの経費だって減らされていくはずだからね。観光に力を入れなくなっちゃうとね、ガバメントだって時間を減らされたり、コロナ禍の時もそうだったらしいけど、時間を減らされたりなんだりしたらしいでしょ。それと同じように結局は観光がなくなっていったらそういう分野がなくなっていくし、お店がなくなっていけばサニテーションだってなんだって保管士だってなんだって必要なくなっていくわけだから、どんどん人員を削減して他のことに回すしかなくなっていくわけだから、地元の人だってもっと考えなきゃいけないんだけど、結局はまだ他人事なんだと思うんだよね。黙ってれば投資家がやってきてバーンと盛り上がってきた島だったから、今はそうはいかないよね。日本も韓国も国自体が今裕福じゃない状態でいる時に、やっぱりこの外国に投資なんていう人がどれだけいるかって言ったらそんなにいないと思うから、中国は力あるけど入ってこれないわけだから、入ってこれないっていうか飛行機飛んでないから、そんな何十時間もかけてサイパンまで来て何かやろうっていうのはないよね。もっと本当は中国の人がバーンって来てくれるとね、もっと盛り上がると思うんだけど、中国の人ってお金持ちが来るから、本当のお金持ちが来るから、カジノがあったから来てたんだろうけど、それに対して結局中国の相手にしてる、ダイビングとかめちゃくちゃぼったくってたもんな。日本とか韓国のダイビングショップは日本ダイビング日本やっても100ドルぐらいでしょ、100ドル前後だけど、中国の人相手には300何十ドルとか言ってたからな。ブロットにとにかく写真撮っても送るだけで600ドルとかだったから、600ドル取られたとか言ってたから、すごいなと思って、すごいそれにお金普通に払えるんだから、中国の人すごいよね。パワーがあるよね。あと韓国の人は意外と安く抑えようっていう人の方がサイパンに遊びに来て、安いとこに泊まったりっていう人多かったけど、いっぱい韓国の人が来てた時はね、少なくなってからはやっぱお金持ちの韓国人増えて、ケンジントンとかばっかり泊まって、高いからね、あそこ綺麗だし、安宿に泊まってっていうような人が減った感じ、雰囲気はするけど、安い宿にドミトリーとかに泊まってこう安く遊ぶっていう人が減ってきたっていうのがあるけどね。日本の人はまず見ない。ここ何
時には観光客じゃんみたいなのは一回も見なかった。でも観光客の人も気をつけて、タクシーとかで移動してるのかもないか。タクシーとかで移動しないよねって言って振り当たりまで。とにかくちょっと一本裏の道に入ると危険なことが多いから、なるべく大通りを歩く。でもとにかくポリスがいないんだよね。ポリスがいてくれればね、要所要所にこう立っててくれたりすると安心感があるじゃない。日本の繁華街だと見守り隊みたいな人がいるじゃない。ポリスも見てるし、加速でない限りはだいたいいたりするじゃない。場合のところにはサイパンのこのメインのところにも今いないから、ずっと遠いススペの方にもポリスはいるから、日本の警察みたいになんか警察24時みたいな感じで目を利かしてるような人いないから、その人昔そういう人がいたんだけど、その人今所長になっちゃってるからな。あの人はね、こう結構悪い人とか見るの早かったんだけど、若い頃の話だけど、今は所長の席にいるから、だからこそ変わってほしいって思ってるんだけどね。サイパンが今の警察はもう変わっていくんじゃないかって期待があるんだけど、どうなのかな。サイパン自体が、政府自体が軍事に行きたいのか、軍事方向、軍事面に力を入れる、ね、アメリカの軍事面に、アメリカの政治の軍事面に力を入れていくのか、観光を力を入れるのか、どっちなのか本当に疑わしいよね。軍事面じゃないのにあんなトヨタがあって、軍事面だからトヨタができたのかなとか、あんな大きなのが立派なのができたのかなとかも思うし、軍事に行っちゃうと海がね使えなくなっていくっていうのがあるから、そういうの困るし、どっちなのかな。なんか行動、政府のやり方を見てると軍事に行っちゃうんじゃないのとか思っちゃうけど、でもデューティーフリーは政府がデューティーフリーもっとやってくださいって言ってるっていう、聞いたし、そうなのって思う。軍事だとしてもデューティーフリーは必要なのか。沖縄にもあるもんね。そっか、軍事だとしてもデューティーフリーは必要なのか。どっちがいいのかな。また消えた。観光じゃないと、どうかな。投資家サイパンが狭すぎるから、軍事が入ってくると全部が軍事になっちゃうから、グアムみたいに広ければ軍事、兵隊さんはここだけねっていう風にできるけど、サイパンじゃ狭すぎてそれができないからね。今あるロアベースっていうところがあるんだけど、ここは、駐在してるような人がいるわけではないから、どっちに進んでいくんだろうって、本当宣伝もしてないからすごく不思議に思うよね。本当のことは上層部の人しか知らないんだけど。
知らないだろうけど、軍事に変わるとやっぱりいろんなことが、投資家の人だっていろんなことを考えていかなきゃいけないと思うし、カジノがあればね、雇用も増えるし、観光客も来るしっていいところなんだけどね。カジノできん、あんなとこにドーンってきらびやかなホテル、カジノ建てたのに再開しないってなっちゃったら、どうすんのかな。カジノっていうのはやっぱ日本でもそうだし、韓国の有名な人たちも韓国のカジノには入れないわけだから、韓国の中でカジノをやるとしたら闇カジノかオンラインカジノっていうことになっちゃうから、やっぱサイパンあたりにあるとちょっと便利でこそっと来てたりしてたんだよね。こそって来てる人、何かやるわけじゃなくてカジノだけをやるっていう感じで来てた人が多かったから、でちょっとあれがあって、うちのお店なんかには飲みこそっと来てくれたりしてたんだけどね、名前は覚えられなかったね。一組だけはちょっと覚えてるけど、ちょっと覚え方が麻雀牌みたいだったから覚えやすかったんだけどね。やっぱカジノがあるのとないのじゃ全然違うよね。中国の人が来れなくなっちゃったっていうのはもうめちゃくちゃ大きいけど、中国のお金持ちは桁が違うから、やっぱり使ってるカジノに行って私なんかが1ドル2ドルでかけたりしてるのをもう字でバーンと避けてボンってかけていく。何枚あるのそれっていうぐらいの黒いチップを何枚置いちゃったのって言って、ディーラーの人がなんだっけ、リミテッドカードを見せてくださいみたいなことを言ったりしてたから、で自分のテーブルバカラとかをやってたんだと思うんだけど、そういうバカラのテーブルではバーンとつけてる人が多かったから、ほんと桁が違うから、1回の取引に何枚だろうあれな、5000ドルの黄色いチップとか持ってやってたもんな。なんかバンって置いてたから、本当に桁が違う。見た目はなんかその辺歩いてる時は全然そんなお金持ちそうには見えないんだけど、めちゃくちゃお金持ちなんだろうなってカジノに行った時には思う感じの人が多かった。中国人は。韓国の人はあんまりカジノやってたかイメージあんまりないんだけど、それでもやってたかなカジノがあったら雇用も増えるし、ホテルがあれが動いたらものすごい雇用が増えるわけだから、やっぱりそれが復活してほしいよねとは思うけど、わからない。でも政府が軍事の方に動き出したりしたら、タックスとかが土地のタックスとかそういうものが全部アメリカと同じところに引き上げていかなきゃならないから、賃金も変わるだろうしね。そういうことを考えると、この不景気で賃金が上がってタックスが
上がってとかそういうことになっていくのはどっちが先かだよね。先に軍人が入ってきて盛り上がってくれるならサイパンの人たちもいいよいいよってなるだろうけど、サイパンの地元の人たち、チャムロと呼ばれる人たちもいいよいいよってなるけど、先に軍人が入ってきてこう盛り上げてくれない限りは、先にそういうベースがアメリカになっちゃうと、いろんな大変なことが、いろんな苦境が先にインフラやばくなっちゃうよね。それが先はちょっと困るよなって感じで、いろんなとこが倒れていくのが先になっちゃうから、結構グダグダ話したけど、本当に話したいことはもう12年前の事件のことをもっともっと世間の人に知ってもらって、もっと考えてもらいたい。私自身も私自身にそんなことが起こり得るって思ってなかったから、その当時そんなことが起こっちゃいけないんだから、起こっちゃいけないし、そんなことが起こった場合は罰さなきゃいけないし、そういうルールがちゃんとしてないと観光客も入ってこなくなっちゃうし、ね、グアムだってサイパンだって同じ戦争が昔あったのに、サイパンは良くない雰囲気で捉えてるような人が芸能人にも結構いて、こうたまにテレビで言ったりするよね、良くないみたいな。グアムだって同じなんだよって。グアムだってもっとグアムは小野田さんだっけ、横井さんだっけ、どっちだっけ忘れちゃった。横井さんと小野田さんが両方どっちかから出てきたか忘れちゃったけど、いたわけだから同じなんだけど、同じぐらいの人たちが亡くなってて、だけど万歳のイメージがサイパンは大きくて、でもそんなことはグアムにでもあったことなんだから、取り上げられてるのがサイパンの方がね、もうとても大きい人だからね。でもそういうイメージがやっぱり良くないっていう風に先行しちゃってるから。でも同じな、グアムもサイパンも言ってしまえばハワイも同じなんだけど、やっぱりそこにはやっぱ政府がどういうふうに動いていくかで、観光業の、回し方でこんだけ差が出てきちゃったんだろうから、過去は過去で仕方ない言ったら仕方ないし、今度明日も配信したいと思うんで、今日はちょっと今日もグダグダでやってしまいましたけど、明日も配信したいと思いますんで、明日もよろしくお願いします。コメントもくれた方が嬉しいんだけど、誰もコメント、ちょっと LINE でコメントをするのをやめてもらいたいっていうか、ありがたいんだけど LINE でコメントくれてももう本当嬉しいけど YouTube に書いてよ。自分の名前で出すの嫌だったら違う名前で登録して YouTube にコメント書いてくれると嬉しいんだけどな、本当に。そんな感じで、明日はそのね、なんだっけ、今どこまで話したっけ。もうグダグダだ。始まりもグダグダだったけど終わりもグダグダになっちゃいますけど、また明日元気になるために、配信したいと思いますんで、よろしくお願いします。よかったら来てください。
どんだけ配信したんだか、どこで見るんだっけ、何分ってやったの。2時間、やばい、2時間もぐだぐだ話を付き合ってくれた人ありがとうございます。ちょっとグダグダだけどお腹空いちゃったからご飯まだ食べてないし、これから食べます。サイパンはもう何時今、12時50分。これから夕食にしますから、とにかく元気になるためにライブ配信やってるんで、よかったら付き合ってください。できたらなんだっけ、チャンネル登録といいねしてくれると嬉しいです。いいねが今ポッとしてくれてるけど、もっとしてくれるとありがたいです。頑張る気持ちになれます。滑舌が悪くて本当にごめんなさい。何年も喋ってなかったから、ちょっと喋ってなかったから滑舌悪いんです。もともと悪かったかな。まあそんなことでちょっと言葉も出てこなくなっちゃってるんですけど、またよかったら明日もやりますんで付き合ってください。よろしくお願いします。それではまた明日、どこできるんだっけ、どこできるの、スタジオに行かなきゃいけないんだっけ。おいおいおい、これだ。おやすみなさい。